どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい、今日はね、木村さんにゲストとして来てもらって、いろいろお話ししていきたいと思います。で、普段木村はオーストラリアに住んでるけど、今出うん。張で日本にいるんだよね。そうね。うん。うん。で、今いるのは大阪。今、大阪にいます。はい。はい。ということで、今日のテーマは大阪についてです。うん。せっかくね、木村が今大阪にいるってことなんで、いろいろちょっと大阪について聞いていこうと思います。はい。で、やっぱりね、木村も初めて大阪に行ったわけじゃないとは思うんだけど、やっぱり久うん。しぶりに行くと改めて気づく部分とかあるだろうから、そういうところをちょっと質問していきたいと思います。うん。まず聞きたいことは、うん。大阪の人について。大阪の人とはいはいはい。話したりしてみてさ、どんな印象？うん。情報量がすごい。あ、そう、それよく話すってこと？そうそうそう。あ、そうなんかね、ステレオタイプでさ、大阪の人はおしゃべりってイメージだけど、実際にやっぱりおしゃべりな人多いんだ。そんな感じするね。うん。なるほどね。それどう木村としてさ、そうやってたくさん話してくれる人の方が仕事しやすいと思う？そうね。その方が、やっぱりいっぱい情報がこう入ってくるし、うん。ただ自分もね、その質問に答えられるために、いっぱい準備してこないとなっていう感じがするね。そうだよね。結構たくさん聞かれるってことは自分も準備できてないと、お兄さん全然仕事分かってないなとか思わそうれちゃうそうそうそう。からね。そういうことだよね。うん。まして、俺は関東から来てるからさ、うんうもとん。もとのね、出身は関東だから、どうしても関西弁は喋れないし、そうね。で、結構さ、関東の人からすると関西弁ってなんかきつく聞こえたり、ちょっと強めな印象があるんだけど、それはうん。話しててどう思まあ、そういう風に感じてたけど、今までは。俺も。う？うん。でも今は、どちらかというと、熱意があるような感じがする。そういう意味でちょっと言い方が、あの、強くも聞こえるけど、なんか悪うん。気があってって感じじゃないかなって思あ、なるほどね。あ、じゃあ今回ちょっと話してみて、若干印象が変わったっていう感じだね。う。うん。そうね、そうね。なるほどね。実際に、こうちょっと大阪の人と話してみてさ、大阪の人と友達になったらなんか楽しそうだなとかそういうのは思う？思うけど、これ、もしね、大阪の人が聞いてると失礼かもしれない。疲れそう。ちょっとうるさいかもしれない。そう、時々はね、まあ、もちろんその人も多分ね、なんだろう、疲れて話したくないタイミングあると思うんだけど、そういう大阪の人にもね、あうん。の、うん、でも、こういう人がいた方が面白くなるなっていうのは思う。確かにね。ちょっ盛り上げてくと自分のれるっていうか。時間も欲しいけど、うん、盛り上げてくれる人がいるのはやっぱり助かるよね。うん。なるほど、なるほど。で、次に聞きたいのは、大阪の食べ物について。はいはいはい。うん。うん、なんか大阪っぽい食べ物食べた？たこ焼きかな。あ、たこ焼きね。大阪といえばだよね。うん。そうね。うん。うん。関東のさ、たこ焼きと比べてどうだった？やっぱ熱々だったし、うん。うん。熱々だけど中が、とろっとしてるみたいな。外カリカリ、中が、なんかとろっとしてるみたいな。ああ、やっそうね。ぱりそこは本場の大阪のたこ焼きの方が美味しいと思難しいね。今まだ来たばっかりだから、大阪。これかう？うらね、ん。1週間いる予定なんだけど、その中でちょっと本当有名なところのたこ焼きとかも食べてみたいし。うんうんうん。なうん。るほどね。じゃあ今大阪で食べたたこ焼きは美味しいけど、そこまで衝撃的な美味しさではなかった。うん、そうね。なるほど、そうなるほど。思った。うん。なるほどね。他にはなんか美味しいものあった？
今回一緒にね、その出張にいる同行してくれてる人が、関西出身の人で、うんで、まあ、こう、たこ焼きとかお好み焼きとかって有名だけどさ、うんそれ以外に、ちょっと俺も全然知らなかったけど、チーズケーキ。ああ、のそそう、チーズケーキと、あと、シューマイをね、そのお店に連れてってもらって食べて、美味う。うん。しかったね。うん。へえ、大阪はチーズケーキとシューマイも有名なんだ。そう、このチーズケーキはね、陸路おじさんっていう、うん。チーズケーキで、うんうん。すごいなんかほわほわなんだよね。柔らかへえ、い、そう。蒸し聞いたことパンみないわ。たいな、ああ、なるほど。すごい柔らかい感じだね。そう、軽くて柔らかくて、うんうん。うん、そういうタイプで、うん。そう、もう、どこのその陸路おじさんのお店もめっちゃ並んでるね。あ、ほんとすごいね。そうそうそう。あとはもう一個、うん。551蓬莱っていう、うん。まあ、シューマイとか肉まんだけ売ってるお店なんだけど、うん。うん、そこも美味しかった、すごい。なんか551ってのはなんとなく聞いたことあるけど、食べたことないわ、うん。俺は。あ、そうん。実際美味しいんだ。う。美味しいね。うん。そうなんだ。そこも結構並んでんの？そこも並んでたね。あ、すごいね。じゃあどっちもすごい有名なんだよ。その地元の人からしたらね。地元の人でも並んでるってことじゃない、きっと。なるほどね、なるほどね。で、次に聞きたいのがもう一つあって、大阪のこの街の雰囲気。うんうん。うん。大阪は観光はできた？来週からする予定。あ、まだ観光してないんだ。うん。まだそんなにね、移動ばっかりだね。なるほどね、なるほどね。で、うん。この街を歩いてての雰囲気、例えばまあ神奈川とか、例えば東京とかとさ、比べてさ、大阪の雰囲気は、なんかざっくり言うとどういう風に感じる？賑やかだね。やっぱりそううん。なんだ。うん。デパ地下、大阪駅のデパ地下うん。の、食べ物売ってるエリアとかすごかったね。めっちゃ賑やかだし、うんうん。うん。あの、売ろうという精神に溢れた人たちがいるとうん。いう。やっぱり声も大きいのかな、売ろうとしあの、てる人も。そう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 んうん。それもちょっとなんか大阪っぽいかもしれないね。う。うん。で、なんか俺どっかでさ、聞いたことあるんだけど、大阪の人なんかせっかちな人が多いって聞いたことあって、うんうどうん。街を見てて大阪の人なんか歩くペース早いなとか思ったりする？みんなまあ忙しそうにはしてるけどね。うん。けどそれまあ、は東京も同じか。これ今日同じかなとは思うよね。うんうん。じゃあ特別そんなに早いなとは思わないか。うん、そうね。なるほどね。でさ、街こう歩いててさ、結構、物売ってる人とかさ、お店の人に声かけられたりとかも多かったりする？ああ、うん、多かったね。ああ、じゃあそこら辺のなんだろう、商売人気質みたいなとこがあるのかもしれないね、大阪は。うん、そうかもね。うん、大阪といえばやっぱ商売の街だからね。うん。それはね、多分ね、営業をやってる人でも結構そうだと思うよ。大阪の人たうんうん。ちの方が、商談成立あ、させる確率も高いんじゃない？じゃあ相当話がね、上手じゃないと大阪でさ、こう営業として働いていくのは難しそうだね。うん、そうね。かなり競争率が高そうだからね。うん。で、まあ大阪まあね、着いたばっかであんまりわかんないと思うけど、こうまあ何日か過ごしてみて、住んでみたいなと思う。うーん、そうね。うん、そう、住みやすそうだなとは思うよ。ただあ、そまあ、住んでみたいか。もうちょっとね、俺う。うん。が若かったら住んでみたかったなと思うかあ、そう。それはなんな。で？まあ今はだいぶもうね、そのオーストラリアで安定してるところもあるし、ああ、すごい、じゃあ今のなんだろ状況が違かったら全然住みたいなって思うんだ。う。そうね、そうね。うん。あの、多分最初は、関東の人がこう関西に来るって、ね、なんだろう、洗礼を受けるっていうか、うん。なかなかちょっとハードル高いところあるけど、それはうん。まあ、言葉もちょっと違うし、関西弁だし、うん。あとそうね。なんだろうね、
雰囲気、人柄にこう馴染んでいけるかなっていう不安な要素もあると思うけど、うんうん。面白いなと思うよね。なるほどね。じゃあ今聞いてる人でさ、引っ越しを考えてる人がいるとしたら大阪おすすめしたい？大阪おすすめしたい。そうね。積極的な人たちに溢れてるから、うんうん。自分もこう積極的に行く必要があるけれども、その分多分得られるものも大きいんじゃない？確かに確かに。まあ、大阪弁っていうのがちょっと難しいかもしれないけど、まあ、フレンダリーの人も多いし、活気があるし、そういうところはいいかもしれないね。うんうん、そうね。はい。ということで、今日は大阪について話してみました。皆さんは大阪についてどんな印象がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。